皆さんこんにちは。モアエデュケーションのマキです。今日はイギリスの大学進学に使える給付型の奨学金3つご紹介していきます。イギリスの大学に使える奨学金はたくさんあるんですが、今日は中でも学部の正規留学を対象にしている奨学金3つ、柳井正財団、笹川平和財団、田崎財団の3つをご紹介していきます。この3つとも給付型の奨学金になっているので返済義務がありません。でかつ学費の上限はあるんですが、ほとんどの学部が全額の学費をカバーできる、プラス生活費も支給されるっていうようなとても手厚い奨学金になっています。柳井財団と笹川財団が少しタイプが似ていて、田崎財団は大学への正規留学を見据えた高校からの留学を支援しているちょっと別のタイプのものになるので、先に柳井財団と笹川財団を比較していこうと思います。モアエデュケーションではこの3財団の奨学金でイギリスの大学に通っている先生たちが講師として在籍しているので、その先生たちの経験談だったりとかエッセイのアドバイスなどができるので、奨学金の申請を考えている方はぜひお問い合わせください。まず柳井財団の方はユニクロの柳井さんが始めた財団で2017年から始まってます。で私が2017年に大学を卒業しているので、ちょうど私が卒業した後から始まった比較的新しい奨学金の制度になってます。私インペリアルカレッジロンドンというロンドンの学校に行ったんですが、当時1学年で日本人が10人もいなかったような時代だったんですが、今はこういう奨学金制度のおかげで1学年の人数がもうだいぶ増えて、より多くの優秀な生徒たちがイギリスのトップの大学に留学に行けるようになったっていうのがすごく私も嬉しく思ってます。柳井財団なんですが、予約型と合格型に分かれてます。イギリスの大学が9月か10月始まり秋入学になるんですが、その出願が約1年前の秋になるんですね。でこの予約型っていうのはそれより出願より前の7月に募集が始まるものになるので、予約型って呼ばれています。で合格型の方はその出願が終わったタイミング、大学からのオファーが出た後に申請するものになるので、だいたい12月あたりから募集が始まるものになってます。で募集人数に関しては予約型がアメリカとイギリス合わせて年間20名程度で、合格型の方も合わせて20名程度となっています。笹川財団の方も柳井財団と結構似てはきますが、2025年度の留学生に関しては最大35名程度の奨学金支給を予定しているとのことです。今2024年の5月末なんですけど、2025年の秋入学の予約型の募集要項が出ているので、ちょっとそれを参考にしながら見ていきます。まず対象大学が、これは柳井財団も笹川財団もそうなんですが、イギリスの全ての大学が対象っていうわけじゃなくて、イギリスの中でもトップの何大学かだけが対象になっています。どちらもアメリカの大学とイギリスの大学が対象になっているんですけど、今日はイギリスの大学にフォーカスを当てて話していきます。柳井財団の方はイギリスに関しては現在7大学が対象になっていて、 Imperial College London、 King's College London、 London School of Economics and Political Science LSE ですね、 UCL、 University of Cambridge、 University of Edinburgh and University of Oxford の7大学が対象になってます。大学進学準備コース、ファウンデーションコースと呼ばれているものは対象外になるので、もう高校から直接大学の学部に入学する人だけが対象になってます。笹川財団の方で対象となっているイギリスの大学はちょっと減って4大学だけになります。 Imperial College London、 UCL、 University of Cambridge と University of Oxford の4大学になっていて、でこちらも柳井財団と同様にファウンデーションコースは対象外となっています。大学進学について解説している動画で詳しく話しているんですが、日本の高校課程、普通の高校を卒業してそのままイギリスの大学に受験することはできなくて、通常はこのファウンデーションコースと呼ばれるものに1年間入ってから大学に進学っていう形になるんですけど、この奨学金に関してはそのファウンデーションコースが対象じゃなくて、必ず国際カリキュラム、イギリスの大学で入学資格として認められている高校卒業資格を取っている必要があるので、対象となる人としては A レベルだったり IB といった国際的なカリキュラムを高校で取っている人
が対象になります。稀に日本の高校に通っているんだけど海外の大学に進学したいから、オンラインのインターナショナルスクールなどで A レベルのコースを日本の高校に行きながら並行して取っている人もいるんですけど、これはかなり稀ですっごく大変になると思うので、そういう人は日本の高校に通っていてもこういった奨学金対象になるんですけど、多分かなりハードなのでそれをしている人はかなり少ないと思います。で、支給額の上限がイギリスの場合は年間6万8000ポンドで、イギリスは原則3年間となっています。その理由はイギリスの大学、イングランドの大学に関しては学部が3年生なので3年間支給ってなっているんですけど、柳井財団の対象に入っている University of Edinburgh のようにイングランド以外のスコットランドとかの大学になると学部でも日本と同じ4年生になるので、その場合は4年間の支給になるっていう形になります。笹川財団の方は対象の大学の中にイングランド以外の大学、スコットランドなどの大学がないので、イギリスに関しては支給期間が3年間のみとなります。この6万8000ポンドの中に含まれているのが授業料、寮費、保険料が年間上限5万7000ポンドになっていて、それにプラスで生活費1万1000ポンドが支給されるっていう形になっています。イギリスの対象になっている大学の授業料がだいたい3万ポンド台とかなので、全然全額賄えるような奨学金になっているんですけど、医学部とか他の一部の学部に関してはこの5万7000ポンドよりも高い学費になっているので、その場合はその超過分は自費で賄う必要があります。ただほとんどの学部の場合はこの金額以内に収まっているので、ほぼ全額支給っていう風に考えていただいて大丈夫かと思います。笹川財団の方は授業料、寮費、保険料、大学の在学に必要な分は実費で支給するっていうような、柳井財団と同じような形になっているんですけど、特に上限については書いてないです。それとプラスして生活費年間1万1000ポンド支給っていうのも柳井財団と同じになります。で、応募要件としてはいくつかあるんですけど、その中でもちょっとピックアップしてご紹介すると、まず IELTSのスコアが 6.5 以上が応募要件となっています。 IELTS の試験っていうのがイギリスの大学に留学生が通う場合に必要となる英語の実力を測るような試験になっているんですけど、普通のレベルの平均的なレベルの大学だと IELTS スコア 5.5 以上あれば入れるんですけど、柳井財団のこの7大学に関してはトップのレベルの大学になるので、もうちょっと高い 6.5 以上っていうのが必要になっています。オックスフォードとかケンブリッジとかそのあたり、さらに本当に世界ランキング1位2位とかに行くような大学になると 7.0 とか 7.5 とかが必要になるので、学部によっても若干違うので、そこは確認しながら出願を進めていく必要があるんですが、柳井財団の基準としては IELTS6.5 以上が必要になります。ただ IELTS だったり TOEFL とかそういった試験をまだ受けていない人でも応募はできますというふうに書いてあるので、そこは自分がふさわしいということをアピールできれば大丈夫みたいです。で、これはイギリスの大学に出願する時にも言えるんですけど、この奨学金に応募する上でとても大事になってくるのがエッセイになります。エッセイで自分をアピールして、もう皆さんとても優秀な方が奨学金に応募するはずなので、その中でも柳井財団の求める人物像にふさわしいことをアピールができて、かつ自分の大学でやりたいこと、将来社会にどうやって貢献できるかっていうのをアピールできるようなものを書けないとまず合格はできないです。エッセイは3つ書きます。全部日本語で書くんですが、エッセイ1、あなたの目指す将来の姿を教えてください。その際あなたが実現したいことを書いてください。で、エッセイ2、エッセイ1で書いたことを実現するためにあなたはこれから進学する米国または英国の大学で何をしたいと思っていますか。で、エッセイ3、あなたが今までで最も力を入れて取り組んだことや
最も心を動かされたことは何ですかというような内容を書きます。これを書くときに一番注意しないといけないのは、各財団でやっぱり求める人物像が若干違うんですね。でそれはちゃんと財団のホームページだったり募集要項に書いてあるので、それをしっかり読み込んで、かつ自分がやってきたこと、あと奨学金に応募するためにこれからやるプロジェクトを必ず自分が大学でやりたいことと、あとは財団の求める人物像に照らし合わせて行動していくっていうことが一番大事になります。でこちらも提出するものはたくさんあるんですけど、小論文ですね、エッセイにあたるところ、大学に出願した時に書いた、パーソナルステートメントっていうものを提出するんですけど、それを財団にも提出してくださいっていうのと、あとは留学を志すことになったきっかけと、留学を通じてどのような将来を目指すかについて、あとはアピールポイントや伝えたいことを書くっていうようなエッセイの構成になっています。柳井財団と笹川財団、支給金額も対象の大学もとても似ているんですけど、大きな違いがあって、柳井財団の方は所得制限を設けているんですが、笹川財団の方は所得制限を設けていないっていうのが大きな違いになります。3つ目の奨学金、田崎財団の奨学金について解説していきます。先ほどの柳井財団と笹川財団の2つの奨学金は大学に直接入学する人を対象にしているものだったんですけど、田崎財団はイギリスのトップの大学に入学する前提でイギリスのパブリックスクールに入学する人を対象にしている奨学金になっています。パブリックスクールっていうのはどういう学校かっていうと、パブリックっていうと公共のみたいな意味があるので、公立の学校なんじゃないかって思うんですけど、イギリスでは私立の学校っていう意味になってます。でその私立の学校の中でも伝統や歴史がある、いわゆる名門校と呼ばれるような学校がパブリックスクールっていうふうに呼ばれています。田崎財団は3校提携しているパブリックスクールがあるので、そのうちの1校に派遣されるっていうような形になります。これはイギリスの大学進学について解説している動画でも話しているんですけど、日本の高校の卒業資格はイギリスの大学の入学資格としては認められていないので、オックスフォードだったりケンブリッジ、インペリアルコレッジといったトップの大学に入る場合は、国際カリキュラムである A レベルだったり IB を勉強している必要があります。このトップの3校以外の大学はだいたいファウンデーションコースっていう大学準備コース経由で入れるので、 A レベルとか取る必要はなくて、日本の高校を卒業してからファウンデーションコース取って、その後大学入学っていうルートで行けるんですけど、この田崎財団の場合はやっぱりトップの大学に入学してもらいたい。この財団を設立した田崎さん自身がケンブリッジ大学の卒業生なので、やっぱりそのトップの大学に行ってほしいっていう思いから、それ行くためには A レベルが必要だよねっていうことで、2年間の A レベル課程も含めた支援っていう形になってます。なので他に財団に関しては高校3年生が対象になるんですけど、この田崎財団は高校1年生の時点で応募するっていうようなものになります。こちらちょっと2025年の分が出ていないので、去年のものを見ていくんですけど、9月入学、イギリスの学校は9月入学になるので、9月からイギリスのパブリックスクールへ入学し、 A レベル資格取得後ケンブリッジ、オックスフォードなどの英国大学へ進学する者に対して、パブリックスクール2年間、大学学部3年間、原則っていうのはイングランド以外の地域の大学は4年生のところもあるのでっていうことでの奨学金受給を希望するものを募集いたしますっていう風になってます。なので奨学金の内容に関しては、まず国内で英語の語学研修があるのでその費用と、イギリスのパブリックスクールの学費、寮費および休暇の時は寮に入れないのでホストファミリーのお家に滞在することになるんですが、ホストファミリーの滞在費、あとはガーディアンっていうのが大学生未満の留学生に関しては必ず後見人のような役割を果たすガーディアンっていうのが各学生さんに必要になっていて、その費用が年間でやっぱり少しかかるので、その費用も賄うっていう形になってます。でその後に大学の学部の学費、寮費、生活費、あとは2回の往復旅費全額も支給されるっていうのが特徴になってます。で募集人数なんですが、これが柳井財団と笹川財団と比べるとぐっと減って、最初にあった語学研修生は20から30名
程度募集されているんですが、その中でさらに選考が行われて、実際に留学小学生として奨学金を持って留学に行ける人はその中から5から10名だけっていう風になっているので、かなり狭き門になってます。応募資格もちょっと他の2つの財団とは違っていて、東京都周辺の高校およびその他の地域の高校の生徒っていう風になっているので、日本国内の高校に通っている方が基本的には対象になっていて、他の2財団に関しては海外の高校だったりインターナショナルスクールに通っている方も対象となるっていうのが大きな違いになります。でこちらの方は、同じように志願理由っていうのも出すんですけど、他の2財団に比べるともうちょっとライトなものにはなってきます。これの特徴が、これちょっと去年のスケジュールになるんですけど、タイムラインは同じなので見ていきます。で高校1年生の時に応募します。で書類選考と面接が通った後にまずは語学研修生となります。で語学研修生はブリティッシュカウンシル、イギリスの政府の機関なんですけど、飯田橋にあって、でそこで語学研修が行われます。でボーディングスクールセミナーだったり IELTS の試験の対策集中英語コースだったりを受けます。で IELTS の試験も受けて、で中間面談があった後に高校2年生の4月に最終の選考が行われて、留学小学生が決まります。で語学研修生のままの方はそのまま語学研修が行われてで終わるっていうような形になるんですけど、留学小学生に見事なれた方はその後に本格的にパブリックスクールへの入学の手続きが始まって、ビザ申請だったり、あとはA レベルを2年間パブリックスクールで勉強することになるので、それの予習ですねをして9月にパブリックスクールへの入学という形になります。でその後2年間の A レベル課程終わった後にイギリスの大学に入学っていうような形になります。もうパブリックスクールに入って現地のカリキュラム、現地の学校で勉強するので、大学への出願も、現地の学生と同じように UCAS から行うっていう形になるので、もう自分で周りの学生たちと同じタイミングで出願をしてパーソナルステートメントを書いて、面接行う大学であれば面接をして、でオファーをもらってっていうような、普通のステップを踏んでいくようになります。いかがだったでしょうか。最近奨学金を支給する団体がどんどん増えているので、より多くの優秀な方が一流の教育を受けられるっていうのはとても素敵なことだと思ってます。私たちモアエデュケーションでは直近で奨学金に合格している現役の大学生の先生たちが講師として在籍しているので、もし奨学金に関して何か相談をしたいだとか、あとはエッセイに関するアドバイスなどが欲しいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。イギリスの大学への進学方法を解説している動画もあるので、そちらもチェックしてみてください。